皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。近所にガサガサが大好きなおばさんがいましてですね、その方が元漁師の家なんですけど、その方がですねとても面白いことを話してました。なんと渡りガニいるそうです。網すくったりママカリを釣ったりしてるんですけど、三郎浦っていうところがあるんですけど、寄島沖に、そこにこれぐらい約3センチぐらいのカニが、そのおばさんの言葉を借りて言うとですね、何がおるんか思うて水の中見たらボッケガネじゃって言ってましたね。なのでですね、いるにはいるみたいです。ただまだ3センチから5センチぐらいらしいです。あと小川があるから沖へ出れてないのかもしれませんね。温暖化のせいで遅れに遅れて、去年ももうギリギリ15センチギリギリ収穫できましたけど、今年はついに3センチから5センチらしいです。まあそのおばさんの言うボッケオルがどれぐらいおるか分かりませんけど、まあでも全くいないことはないようですね。沖まで出てきてないってことはやっぱり少ないのは少ないんでしょうけど、いくらなんでもこんなほんと全然いないんで、まだ10匹ぐらいしか見てないと思いますけど、沖で今年ガネをいくらなんでもと思ってたんですけど、やっぱりいるにはいるそうですね。あと福山の方でガサガサしてる男の子を視聴者の方も教えてくれましたけど、やっぱり他にこれぐらいいるそうですね。遅れてるんですね。まあでも来年収穫できたら、それが残ってくれて来年収穫できたらまあいいですけどね。で今日の動画はですね、寄島の大狭山っていうとこがあるんですけど、そこの沖にちょっと行ってみました。10月の晩にはそこやってたんですけど、まあ桁でちょっと初めて行ってみました。よかったら見てやってください。なんと珍しい、こんなとこでヒラメを取ったことがないです。しかもでっけえ、こんな大狭山の沖で初めて取りましたね。おるんじゃな。まあ牡蠣のイカダの下に毎年いるらしいんで、ここにいてもおかしくないんですけど、初めて見ましたね、大狭ヒラメとか。珍しい。でかっ。痩せとるな。さすがオスですね。痩せとる。ちょっと喜んだのもつかの間でした。痩せとるやん。そしてすげえ青さ。こんなとこ青さあるんですね。あ、ちなみに爪の上にカニが乗ってました。もう片にもなんか魚見えてますけど、イワシがめっちゃ映ってるんで、イワシがめっちゃ映ってるんで、それを食べてるんでしょうね。ヒラメもスズキも。それでここに寄ってるんだと思います。これは結構すごいな。カニまでおったし。よいしょ。この辺も小川地帯のギリギリ自分やってるんで、洗っとかないとね。エラの中に泥が入ってますから、小川の泥がね。まさかと思ってもう一番やったら、なにおるのか、大狭山の沖に。信じられない。こんなとこで20年間で初めて取ったと思ったら、まさか2つ目。しかもこれは元気。さっきのはちょっとペラペラでしたけど、これはいいんじゃないでしょうか。おー、しかもカニまでおるし、奇跡。いや奇跡奇跡。なんとおるんすね、大狭山の沖に。1番目エイだらけだったんで、もう撮影しなかったんですよね。そしたら2番目からなんともうカニとヒラメのセットなんか最高でしょう。もう一丁。ガラも大きいですね。ここ10月の晩にここやってたんですけど、ガラめちゃくちゃいたんですよね。でもなんか昼いないですね。もううじゃうじゃいたんですけど、桁なんでもっと入るかと思ってきましたけど、意外にガラエビいません。まあ楽でいいですけどね、それはカニとかの方、カニやヒラメの方が。まあでもカニやヒラメはまあ1日入ってくれないんで、まあもうちょっとここやってみます。ベイカ、これやおかずのベイカです。しかしこの青さは何なんでしょうかね。あんまりというか、全くこの時期に青さなんか見たのことないですけど、初めて見ましたよ。こんな11月に青さとか。普通青さって春できるもんですけどね。春に神の方とか、まあ夏とかもできますけど、この11月にこれが見えるいうのは何なんでしょうかね。どっちでも海中に見えるっていうことは、この
山の方にある岩場に生えてるやつが取れて流れてきてますんで、まあしけたからしけがちょっと続いたんで、それが海が荒れたんで離れて見えてるんでしょうけど、普通この時期にあるんですかね。まああるんでしょうね、他には。自分が見なかっただけで。でも今まで11月とか12月にしけてこんな見えたことないですけどね。よいしょよいしょ。さっきのヒラメよりいいと思いますよ。こっちの方が小さいですけど太ってますから。よいしょ、2つ目。クリオネは可愛いですけど、これは可愛くないのはなんででしょうかね。動き似てますけどね。似てねえか。この沖に小川があるんですよね。もうどこまで行けるんかわからんから、みんなはその小川の沖側やってるんですけど、どこまで行けるのか試しながらちょっと沖出してみますけど、ちょっとだけかかってますね、小川自体に。でもあんまりひどくはないようです。中に貝はいっぱい入ってないみたいです。なんかオレンジのもんが見えるけど。おお、小川切りまで行ったらやっぱカニおるんですね。なんかオレンジのもんが見えたんだけど、うなぎならいいけどハモでしょうね。やっぱりハモ。やっぱ小川ギリギリまで行ったらいるんですね。もう一匹入ってたんでしょうけど逃げちゃったみたいですね。爪にかかって。ギリギリ地帯、ギリギリまで行けばおる。やっぱちょっとお川、四つ手がいませんけど、やっぱ小川地帯行くと食べに来てるんですね。これは15なさそうですね。よいしょ。これ1匹惜しいことしましたね。おお、やっぱりやっぱ小川ギリには寄ってるんですね。まあいつでも小川のギリに寄ってるので、小川の中まではカニは入っていかないみたいなんで、今回もギリギリのところにいるんですね。なんと。でもここらはもうギリでしょうかね。ただ茅の小川っぽいですけどね。ホトトギス貝、生きてるやつが入ったらもう上がらんくなりますからね。これとかホトトギス貝が入った綿、貝の綿ですけど、これが入ったらもう抜けないんで、中にいるんですよね、貝が。ここにいますけど、貝です。これがこの辺ぐらいまで出したんですけど、もうちょっと沖まで出してみます。ちょっと怖いですけどね。ちょっと怖いですけど、もうちょい沖まで出してみたいと思います。カニがいてくれるとラッキーですけどね。なんせ一発の、これはでっかい。ちょっと1キロあるんじゃない。これすごいですね、本当に。尋常じゃない大きさですけど、ここもまあまあ張ってますね。もっと12月だったらもっと張りますけどね。なんと全部で4つ、小川切りを通したらなんと4つ。もう小川切りにいることをみんな知ってるんですけどね。やっぱり小川が怖いからみんななかなかやらないですね。上がらなくなったら他の人にも迷惑かける可能性がありますし。ちょっと大きい出したらやってしまいました。まあでもこれならギリギリ上がるでしょうか。もうかなりもっこりしてますけど、網が上がってくれればいいんですが、とにかくしゃくってちょっとでも泥を抜きます。これでよく枠が曲がったりするんですよね。やばいな。上がるかな。もう何度もしゃくって泥を少しでも抜くしかないです。抜けてちょうだい、ちょっとでも。上がりそうな感じはありますけどね。もうちょっとかな。網の一番下がだいぶ水面に上がってきたんで大丈夫と思うんですけど、ちょっともう 2,3 回しゃくって上げてみます。上げてみましょう。怖いですけどね。
無理やり上げるとちょっと他の部分がいっちゃうんで壊れちゃうんで、あー怖。でもまあなんとか上がりました。網洗わんとダメですねこれいっぺん。いやさっきのその前の網がちょっとギリギリだったんですね。これ以上沖には出せないっぽいですね。やっべえなこれ。まあとにかく早く取り込まないと。船全体に応えてますんで、これを捨てるのがまだ大変やな、取り込んだところで。おお、やっぱりでもカニはおるんすね。うわおるんな。ちょうど際の本当に際行ったんでしょうね。おるのはいいですけど、こんなとこも持たないです、体がね。船も持たんし。もう一枚あっちの方に見えたと思うんですけど、いいか、死んじゃってるおかずか。いやおるな、やっぱりな。いやー、カニおるのは、カニがいるのはいいんですけど、とにかくもうやれない、いたとしてもいるのはいいですけどね。今年も小川の際にあっちにも1枚いますね。12345 6匹で、多分もう1匹ぐらい見えたと思うんですよね、中に。ただこれじゃやれんな、いくらなんでも。やっぱギリギリでもうちょっと岡側をちょっと攻めていきたいと思います。一回ちょっと網洗わんといけんですね。ちょっといっぺん網を洗いましょう。ちょっと網を洗う前に一回網をつけておいて、ちょっとでも楽に洗うためにこの水際で漕ぎます。魚はちょっとこれを土方仕事しながらちょっとでも楽になるように漕ぎます。このまま。いやーしんどい。メスのカニに咳が入ったらメスのカニさえいればいいんですけど、さすがにこんなこと一番やってたら、さすがにちょっともう少し岡側の方が良さそうなんで、もう少し岡側漕ぎます。次はそれかも沖出すかですね。網を洗い終わりましたので、ちょっと岡側に向けて行きたいと思います。腰が折れますね。やっぱり食べに来てるんですね。全部食べてくれればいいんですけど。今度はセーフでした。カモメが待っております。まあでも入ってなかったら意味ないですけどね、魚。川がないのはいいですけど、魚もいなかったら意味ないですけどね。場所移動かも。おお、変えましたぞ。なんかエビいなかったのに増えましたね。あ、怪我した。昔の怪我っぽいですね、これは。小川があまり入ってないのはいいですけど、マガネがいませんね。そうです、このようにしてだんだん小川地帯へみんな入っていくのです。網ワヤになりますけど、行くかどうしようか。でも行きたくない。ギリギリを攻めてずっとこの辺やってみたいと思います。さっきのような続くともう体持ちませんので。風が出てきましたね。もう移動します。これはもう網洗ったばっからになるのに我ながらほんまアホですね。また腰が歌います。これでいればいいですけど、いなかったらもう最悪です。カニいないどころか何もいない。これは厳しい。やる価値ない。ただこれ体壊すためだけにやったようなもんですだから。きれい。ダメだこりゃ。ちょっともう移動です。こんなんではダメです。
ああ、またこれで20分ロス。ちょっと沖へ行ってみましょうかね。沖へ出しております。今この下は小川ですね。もうちょっと沖まで行かないといけません。西の風なんで沖まで来れば少し楽ですね。まあマックスでもこれなら1メートルぐらいの波の高さだと思います。9月の終わりにこの辺もやってたんですよね。エビとかチヌとかハモがいましたけど、あと大アマテがいましたね。さてどうでしょうかね。桁では10月末には人手だらけだったんですけど、ここさて11月の中頃はどうでしょうか。おお、エビすごいな。おお、カニおる。おお、カニおるやない。おお、動画めちゃくちゃいますね。まあ動画多いところなんですけど、10月にちょろちょろと見えてたんですよね。しかしめっちゃありますね、動画。これすごいな。カニもおるし、ちょっと移動して正解だったかもしれません。これは赤がギリギリ拾ってもいいかな、これぐらいなら。こっちはエビも入ってない。ただ10月の末にここにチヌがいたんですけど、チヌはやっぱりいるのかどうか分かりませんけど入ってませんね。ここもエビだらけですね。これだらけなのはいいんですけどね。拾うの簡単だし単価も高いし、動画多いのはいいですね。まだまだ出てくるでしょうね、下から。よいしょ。網が汚れる漁場ですね、ここ。ちょっと風が強くなってきましたね。もう動画がやっぱりおりますね。エビすごいな。まあチンコギの時すごかったですよね、ここエビ。まあ今日はちょっと前半カニ取れてるんで、ヒラメとかも取れてるんでちょっと気は楽です。当たってなくてもエビさえいればいいかもしれません。あとは2時まで。ブナじゃねえかこれ。ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、動画結構いますね。最後までここを頑張れるか。これ船じゃないですよ。なんかこんな魚おるんかな。もうだいぶ前の下入れっぽいですけど、船でしょこれ。違うんかな。名古屋フグもいるしエビもいるんで、ここは最後まで頑張りたいけど頑張れるからちょっとザブザブなってきましたけど、動画もこれだけ結構いる方ですね。これは今年にしては。ここあれなんですよね、桁になっていっぺん来てるんですよね俺。その時もうガラも動画もカニももう何もいなくて、何もいないの見てからだいたい10日ぐらい経ってますけど、やっぱり順番に神の方から順番に活性化していくんですね。少ない年は少ない年なりにどうも活性化してるようです。これ全然いませんでしたんで。何の卵でしょうかね。見たことないですけど、貝の自分の卵ですかね。自分の卵を自分に産んでるんかな。西貝とかも自分に産みますから、自分の体に産みますからね。産んでるとこいっぱい見たことあるんですけど、西貝がもう体全部出してひねって裏側に植え付けてましたね、自分の卵を。予定通り最後漕ぎながら米島に帰っております。虹を見ながら。今日の漁はどうでしたか。精も根も尽き果てましたもう姿が現してる。もうしけの日よいかんかも。もう無理はしなんない。でもはい、おとついのような経費ギリギリのような量ではないです。まあよかった。それはおとついなんせもう経費ギリギリ、経費とトントンぐらいの量でしたから。恐ろしい。カニ2枚しか取れず、エビもおらず、赤ゲタもおらず、チヌもおらず、ヒラメもおらず、おとつい恐ろしかったな。あまりのおらんさに早帰りしてしまいましたけど今日はでもそんなことはありません。はい、一応取れました。よいしょ。ふーちゃん。しかも大きい。ほんまじゃ、ふぐちゃん。一番メインのカニさんはまあまあいるんじゃない。ちょっとこれがいっぱいあったけど、この中にも泳がしとるよな。一応ビッグなやつだけ移しておきましょう。でかい、これはカブトガニかと思うような。まあとりあえず入れておきましょうか。
動画どこあります今日一番多いんじゃない今までの動画は。ほんでほんで荒エビが1つ2つおお3つもおるがちょっと寄りましょう。はいはいさあ死んでるのを寄らんといけませんな。混ぜては売られませんので死んでるやつはおかずですね。今日の生きたやつなんかとってもじゃないよ食べない。そうでしょそして今日はヒラメもいました。何しかも2番連続でやったがいい成功。ヒラメと言いながら先にこれからよいしょ。あすごいがこれも2匹おるがちょっと大丈夫かな。えらい汚れとるな。洗い直しが必要。やっぱ胃の中に入ったやつをねやっぱ吐くんですよね。これでよく死んだりもします。よいしょ OK。来とんのか本当に。大丈頑張れ夫。よいしょ。今はペラペラですけどこっちはいいんじゃない。こっちはよく太っとりますけどこっちはメスちゃん女の子。よいしょ。女の子の方がよく太った。男性はペラペラですな。値がつくんでしょうか本当に。怪しい。大きいのに盛り上がり方が違うなまあちょっとでも値がつくでしょう。ではですね魚を持って行って今日は終了といたしたいと思います。お疲れ様でしたお疲れ様でした。お疲れ様です